こんにちは。育休後コンサルタントの山口です。今日はですね、育休復帰後に仕事が減らされたらどうすればいいのかっていうご質問にお答えしたいと思います。仕事が減らされるといっても、その育児の負担を考慮して、例えば時短だからその時短で帰れるようにですね、調整してもらうというくらいであればいいんですけれども、結構多くの人がもともとやりがいを感じていた仕事から別の仕事に変わったとか、それからそのもともと責任を持ってやらせてもらっていたのに責任がなくなったとか、そういったことを言っている方がいます。で、それをどう感じるかというと、その配慮してもらってありがたいというよりかは、何かもう自分は当てにされていないのではないか、これから自分はもうキャリアアップができないのではないかという不安になってしまうんですね。で、実は私も経験していて、随分昔の話、今から27年前の話ですけれども、もともとソフトウェアの設計開発、ものづくりをしていたんですけれども、1年の育休から復帰した後は、ものづくりそのものではなくて、周辺のさまざまな支援業務ですね、設計の部署にはとどまっていたんですけれども、設計の実際そのプログラミングとかものづくりをしている人のサポート業務みたいな、そういう仕事に回りました。で、その時はですね、なんかやっぱりそうなのかなと、マミートラックにはまったのかなというふうにしか思っていなくて、そもそもね、仕事を続けるのが大変だという時代であったので、そんなにね、悩んだりはしなかった。その任された仕事もつまらない仕事ではなかったのでね、任された仕事を一生懸命やって、で、その後ですね、2人目も生まれて、その後1年半ぐらいした時に、また責任のある仕事を与えてもらったので、これでマミートラックは終わったのかなというふうに自分では思っていました。で、よく最近でも研修で聞くのはですね、上司は良かれと思っているんだけれども、自分としてはもう少し手応えのある仕事というかね、もともと出産前にやっていたような仕事をやりたいという方が多いです。で、そういう状況になった時にどうすればいいのかっていうことをね、ちょっとお話ししたいんですけれども、まず自分がこういう仕事を任されてどう感じているのかということを上司に話してみるといいと思います。で、その時にですね、自分目線で話さない、なるべく。私は前こういうことやってたのに今こういう仕事で面白くないとか、そういう言い方をするよりはですね、その組織全体を見て、今私がこの仕事をさせてもらっているんだけれども、もともとこういう経験もあるので、ここまでやらせてもらえると、チーム全体にもプラスになるのではないかと思うとか、それからその仕事が前の仕事と変わってしまった場合に、前やっていたこの仕事でしたら、もう少し責任のあるリーダーのサポートとかリーダーとか、そういったポストで、仕事はできると思うんですけれども、みたいなことをですね、話してみると言います。あくまでその上司が、チームをマネジメントするために私がこういう仕事をした方がチーム全体がうまく回りますよと。で、上司もその方が助かるんじゃないでしょうかといったようなところ。自分視線ではなくて、組織全体、チーム全体のために自分がここまでやった方がメリットがあるのではないかという視点で、お話をすると思います。で、その時に、例えば自分が、そうは言っても自分は働く時間に制約があるとか、それから子供の病気で、休むことも多くなるということがですね、あるとなかなか強く言えないということもあるんですけれども、そちらについては、それなりの対策をしておくことですよね。例えば子供が病気になった時には自分だけじゃなくて家族のサポートも得ながら自分一人で休まなくてもいいようにするとか、それから在宅勤務を増やしてもらうことで通勤の時間のロスをなくし、働けない時間を少なくするだとかね。で、そういったことの工夫をすることで、より組織に貢献したい、より組織に貢献できるやり方があるんですけど、どうでしょうか、やらせてもらってもいいでしょうかという視点でですね、上司に話をしたらいいと思います。ただですね、今言ったようなことは、
難しいし、ご自身が両立でいっぱいいっぱいな時に無理はしなくてもいいです。当面、少し仕事を減らされて自分としては不本意だけれども、子供がもうちょっと大きくなるまでは、今与えられた仕事を精一杯やろうということでも全然大丈夫です。ただ、自分がより自分の能力や経験を生かして組織に貢献したいですという気持ちは常日頃から上司に伝えるようにしたらいいんじゃないでしょうか。そうすると上司も、そういえば何々さんもうちょっとできるって言ってたよなと、これちょっとやってもらおうかなみたいな風に思い出してくれると思うんですね。ですからそういったアプローチで決して焦らず、ただ諦めずにですね、自分がよりやりがいを感じる、そして自分のキャリアアップにもつながるような仕事に就けるように自分としても日々努力をしてみてください。今日は育休から復帰したら仕事を減らされてしまったという方のご相談にお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。